不眠不休で給料はこれまでの半分でやってもらわないとね。システムエンジニアなんて他にいくらでもいるんだ。君の価値なんてそんなもんだよ。仕事を続けたければと、新社長が無茶な条件を提示してきた。条件を飲めないなら、さっさと退職届にサインして出て行ってくれるかな。俺を無能だと決めつけ、こちらの話を一切聞こうとしない。足元を見られ、率直に分かりやすく腹が立った。ここまで下に見られて、この人の元で働くなんてまっぴらごめんだ。殴り書きのようにサインして、ひっそりと会社を後にする。後で俺を追い出したことを後悔すればいい。俺の名前は平本哲也。ある大手メーカーの子会社に所属するシステムエンジニアで、今は地方都市にあるメーカー子会社の工場に勤務している。工場内のシステム管理、保守業務のほか、製造ラインのシステム設計に関わり、本社との間にある連絡網の構築と維持管理もしている。高校大学でプログラミングを学んで研究を続け、最初はその道の専門家として学者を目指そうと考えていた。しかし、学者の道は狭き門で、進路選択を本格的に決めなければならない時期につまずいた。大学を出たら大学院に進もうとしていたが、それをしたところで将来が見えるわけではない。思い描く夢にたどり着くにも過酷な競争を勝ち抜かなければならない。努力はしなければならないと分かっていても、大人として自立する現実も大事だと考えた。大学4年生の春先に、俺は最初の将来の夢を諦めた。就活の時期は大きく過ぎていて、軌道修正するには遅い時期。それでも俺は開き直って就活に励み、今の会社の内定をもらった。平本くん、申し訳ないが工場には君しか SE を置けない。ああ、それはなかなか厳しいですね。入社して5年目の秋、俺は子会社の社長から地方工場への移動を打診された。古い工場が改修によって最新式になり、システムの部分でも仕様を一新することになった。だが、私はそれだけ君を信頼している。システム開発、設計も君を先頭にして進める。それが完成後、現地では君を責任者として稼働させるつもりだ。会社にとって極めて重大で重要な任務を社長は俺に任せた。無理を言っているのは承知している。だが一つ引き受けてもらいたい。よろしくお願いします。社長は俺に静かに頭を下げた。このことは今でもよく覚えていて、無茶な話だと思いながらも頼られたことへの嬉しさも感じていた。能力を評価され、やりがいのある仕事をもらえる。エンジニア冥利に尽きると俺は思っていた。社長の申し出を引き受け、俺はそれからシステムの開発と設計に打ち込んだ。まずは会社で仲間たちと大枠を作り上げ、残りは工場で仕上げる。完成しテストを繰り返し、正式稼働を見届けてからは俺が一人で工場に残る。5年過ぎた今、俺は本当に一人で SE として工場内のシステムのすべてを見守り、維持管理を続けている。ありがとう。しかし平本くんには苦労しかかけていないな。工場を訪れるたび、社長は俺をねぎらい苦笑する。苦労だなんて、開発と設計の段階でいろいろな人に協力してもらいましたからね。そのおかげでスムーズに快適にやれています。ご心配には及びませんよ。移動前の段階で先を見越したシステム開発に徹していた。現地の工場で自分一人でも回せるように、トラブル対処に時間をかけずに済むように。そのため社長が心配するほど今の業務に厳しさはない。しかし
セキュリティや警備上の問題、トラブル対応に優れた SE がいないことは俺の気がかりになっている。社長、もしお考えいただけるようでしたらですが、人員の増員はお願いしたいところです。いや、それはそうなんだ。もともとこの工場の規模からしてもシステム部ぐらいは設置していてもおかしくはないんだ。今後、工場は規模を広げていくことも決まっていた。その計画の中でシステム部門の対応が遅れている事実は社長も把握している。これは喫緊の課題として取り組まなくてはいけないね。こちらでも調整するが、平本くんも優秀な知り合いがいたら紹介してくれ。社長は工場にシステム部を設置することを決めてくれた。新規での SE の採用と、俺が責任者になった現地での募集も行った。すべては前向きかつ現実的に進んでいたと思う。しかし、この順調な流れの中で社長が病に見舞われた。命に関わる病を患い、入院を余儀なくされた社長は、そのまま慌ただしく会社を去った。社長職を辞任し、俺には社長から無念さを綴った詫び状が届けられた。これからどうなるんだろうね。ああ、もしかしたら何もかも一からやり直しだったりしますかね。社長不在の状況が続き、工場内も落ち着かない。俺は他部署の同僚と日々の不安を語り合いながら時が経つのを待った。新社長は親会社から招かれるみたいですね。そうらしいね。けど、そうなると僕たちには何の馴染みもないというか、謎だらけって感じだね。前社長の辞任から2ヶ月後、新社長の人事が発表され通達された。親会社のメーカーから出向の形でやってくるそうだが、俺や工場の人たちはどんな人なのか全くわからない。名前すら通達のタイミングで初めて知った。新社長の仕事のやり方、工場についての認識、知りたいことは山ほどあったが、そんな声を届ける術もない。こうして会社と工場の新体制は少々不安定なスタートを切った。新社長の名前は新田幸太郎。親会社では長年、交渉や障害のスペシャリストとして活躍していた人だそうだ。営業が表に出る前に地ならしをする役割を背負い、会社の躍進を影として支えた頭の切れる人物。工場に新田新社長が視察に訪れる直前には、こんな人物評が広まっていた。賢くて交渉ごとに長けた人ならうまくやってくれるんじゃないかな。まあ、とにかく大手の会社で出世してきた人なんだもんな。子会社の社長だからって能力のない人は据えないだろうし。人物像が見えないという恐怖感を持たれていた新社長は、こうして少しずつ期待の目で見られるようになっていく。話をしてみなければわからないという前提はあったものの、優秀な人だと聞かされてこちらは安心する。しかし、この期待感は実際に対面したことで見事に打ち崩されてしまった。あなた方は最新式の工場というその看板に甘えている。職員との顔合わせから新社長の挨拶になり、新田社長は開口一番こう切り出した。製品を製造する過程で人と資金を使うというのは理解する。しかし、ここには製造部門には不要と思われる無駄が多い。それもおびただしいほど多い。新田社長は険しい表情で自身が工場で存在価値がないと考えている部署や部門、携わっている人員について触れる。俺の中にかすかに嫌な予感があった。俺のしているシステム関連の業務は見ようによっては製造に直接関係しているとは言えない。こちらに批判の矛先を向けないでほしい。俺は黙ってそう願っていたが、
新田さんは俺に視線を向けた。この工場ではシステムが過剰に適用されているようだ。外部に委託すればいいものまで自社で構築して維持管理を続けている。その他にもそもそも不要と思われるものすら存在して予算を無駄遣いしている。新田さんの目だけではなく周囲の人たちも俺をなんとなく見る。やり玉に挙げられた新社長に吊るし上げにされてしまった人。周囲の人たちの内心にはそんな感想があったのではないか。動揺はしたが誤解を解いて新田さんに自分の業務と立場を理解してもらわなければ。俺はひとまず腰を上げ新田新社長への面談を申し入れた。その機会は早々に実現し、俺は応接室に呼ばれ新田さんと差しで話すことになった。あなたが平本さん？俺を上から下までじっくり眺めると新田さんは小さなため息を漏らした。優秀だやり手だと聞いていたけど、ただの金食い虫じゃないか。え？何をおっしゃって。だから、君がこの工場に根を張るシステム網を作り上げたんだろう？そう聞いているよ。まったく余計なことしてくれて。そのことについてですが、工場のシステム網に関しては、前社長の時代からあったもので、工場が改修される折に新体制に合わせたものを用意したまでです。新田さんが無駄だと言い張るシステムの成り立ちを解説し、前社長の意思もしっかりと伝える。それから親会社自体も工場とシステムの一新を認めて望んでいた過去も話す。私は前社長もそうですが、会社からもこれまでと何ら変わりなく体制を維持する見込みだと聞いていました。新田さんが新社長に就任してから、俺は会社から今後の流れを聞かされていた。新田さんが社長になったからといって、工場という大規模な仕組みや施設が多く変わるというのはない。そしてシステム管理に携わる人員を増やす計画自体も残したままになる。俺は会社の決定はそういうものだと言われていた。しかし新田さんはいとも簡単に笑ってその決定を覆そうとした。その決定は私が責任を持って破棄するつもりだ。私の方針はまず無駄を削り落とす。それが第一だ。堂々とした態度で椅子に反り返るように座る新田さんは俺に持論を語った。システム部門を創設、SE を増員する。そんなもの身銭を切って何になる？つどつどでも構わない。もしくは1年更新の契約で外部業者と手を組んだ方が安上がりだ。新田さんはよどみなく喋り、俺に机の上のファイルを見ろと顎で指す。工場の新計画書だ。今後はこれをもとにコスト削減と一部業務の外部委託と他工場への移設を進める。考え直しをもう一度ご検討くださいませんでしょうか。検討？どうして？無駄は無駄なんだ。それ以上も以下もない。システムの一部廃止もそうですが、維持管理と保守業務を完全に外部委託というのはいくらなんでも厳しいかと。どうしてだ？ SE はよそにもいるのに。トラブルが起きた場合の初期対応すらここで行えないとなると、製造から配送まで影響が出ます。それに仮に外部に任せたとしても、ここのシステムを十分に理解してもらわなければなりません。新田さんは SE の領域と業務に関して完全な門外漢。システムが不要、無駄が多いというのは知らないから言えるのだと想像がついた。もし工場が完全に止まるようなトラブルが発生したら、自分たちで初期対応ができないというのは致命的になる。外部の SE が入ったとしても、システムへの熟知が足りなければ対応の遅れも懸念される。なぜ自社システムがあるのか、維持管理を自分たちでするのか、
その意味をご理解いただければお考えも変わるかと。君みたいな人間は嫌いだよ。はい？何でしょうか？嫌いだと言ったんだ。SE はどれだけ偉いか知らないが、よその人間でもできることを偉そうに。新田さんは俺を横目で睨み、わざとらしいため息を俺に浴びせた。そして不敵に笑ってとんでもない提言をしてきた。君が工場と自分の立場にしがみつきたいなら、それはそれで構わないよ。けど、不眠不休で給料はこれまでの半分でやってもらわないとね。俺が工場で働き続けるための新条件。新田さんは俺がそんなことを飲むわけないと承知で突きつけてきた。君の給料は今の半分が妥当だね。足元を見られ、率直に分かりやすく腹が立った。ほんの一瞬、長々と言い返してみようかと思ったが、口を開くと簡単な決意しか出てこなかった。わかりました。でしたら私はここを退職します。もし反論したとしても、最終的な考えはやめるだった。自分のこれまでを全否定され、それを良しと認められなかった。ああ、そうか。それなら話が早いな。新田さんは大きく笑うと、近くにいた事務職員を呼び止めた。その人に退職届を持ってくるように頼み、俺には署名するよう言う。ほら、早いところ名前を書いてくれないか？ああ、一応ちゃんと目は通してくれよ。俺は黙って渡されたペンを持った。退職届の文言をさっと読み、最後の署名は半ば殴り書き。荷物もとっとと引き上げてくれ。君のいたスペースは本来必要な人のために都合させてもらうんでね。俺の退職は誰にも知らされることなく決まった。口外現金と新田さんに言われたのもあり、この日はいつも通りに過ごして退社する。ひっそり静かに工場を追い出された俺は怒りを冷ますタイミングも失っていた。しばらくして親しい同僚や工場勤務の人たちから連絡があった。新田さんから俺の電撃退社を知らされ、とにもかくにも電話を鳴らしてみた。どんな人からも電話口でそんな慌てぶりが伝わる。心配してくれてありがとう。ただ、僕はもう荷物を取りに行くぐらいしかやれることはないんだ。新田社長への不満や、どう考えてもパワハラとしか言えない行動に同僚たちは怒ってくれていた。抗議をする。一緒に会社に働きかけないか？同僚たちは俺が取るべき行動の様々を提案してくれたが、丁重に断る。新田さんへの怒りは俺にも当然あったが、この時には分かり合えない相手と戦うことは不毛だと諦めていた。そして数日後、俺は工場に私物整理のために足を運んだ。正面から入り、訪問者として手続きをして自分のデスクへ。この時、俺はなんとなく工場中のただならぬ雰囲気に気づいた。事務エリアにいるはずの人がほぼ出払い、デスクに残っている人たちは困惑した表情でしきりに電話をしている。そして俺の背後から新田さんが慌てて事務エリアに飛び込んできた。おい、いい加減どうにかならないのか。それが、業者の方々も対応可能な SE を用意できないようで。なんだよ、役に立たねえな。新田さんと事務職員のやりとりを聞き、とんでもない事態が発生していそうだと当たりをつける。それから工場の稼働状況を表示している液晶パネルに視線を向けた。俺の目に飛び込んだのは、工場が稼働停止に陥ったことを示す赤いライン。それが製造ラインから検品、配送手配のラインにまで広がっている。何かありましたか？俺は近くで電話対応を終えた職員に声をかけた。その人は俺を見るとハッとして、
新田さんの様子を伺いながら声を潜めた。実は新田さんがすべての LINE を止めてしまって、不具合を修正しようとシステムをいじって機能停止状態にしてしまったんです。工場の元凶と原因を打ち明けた職員の顔には正気がなく、目に涙が浮かんでいた。自分ならばこの状況に対応できる。そう思ったが、退職している身だと考え何も口に出さない。俺は淡々と荷物整理に戻ったが、新田さんにデスクにいると気づかれた。おい平本、いいところに何とかしてくれ。なんとかって何をどうしろと言うんですか？焦って詰め寄る新田さんを俺は引き気味に冷静にいなす。システムを動かせ。それからとにかく復旧しろよ。これ全部お前のせいなんだから。どうしてですか？どうして僕のせいなんです？僕はここにいる間、常に正常にシステムが作動するよう対応していましたよ。だから、それが異常になってるんだよ。それは失礼ですが、誰かが不適切な処理をしたからではないんですか？新田さんからの言いがかりに、俺は事情を教えてくれた職員の存在は明かさずにやり返す。俺の指摘に新田さんの目が泳いだ。しかし新田さんはひるまず、俺にトラブル対応を求めた。おい、システム責任者として対応しろ。誠意を見せろ。そのぐらいの義理見せてもいいだろうが。目を向き、怒り心頭という様子の新田さん。俺はそれを見て、長く大きなため息を返した。お断りします。僕はもうここの社員ではありません。権限を与えられてもいないのに、社外費のシステムには手を触れられません。俺はまとめた荷物を手に、新田さんに頭を下げた。おい、待て。だったら今から権限を渡す。だから。それは会社の許可を得ているんですか？退職者にあなたが単独で許可を出して本当にいいんですか？追いすがる新田さんを俺はそう言って振り切った。事務エリアを出るタイミングで振り返ると、脱力した新田さんがフロアに立ち尽くしているのが見えた。1ヶ月後、俺は工場で起きた騒動の全容と結末を知らされた。システムの停止から半日以上が経過して、やっと外部の SE で対応可能な人材が手配されたそうだ。しかし、復旧作業は想定以上に長引き、無事に完璧にシステムは戻ったものの、工場の生産機能に大きな打撃を与えた。大口の取引先へ納品する製品と、定期納入をしている一部の製品の納期に遅れが生じてしまい、工場と会社は大きな損害を被った。新田さんは今、平社員に戻ったよ。それで、子会社の子会社の子会社だっけ？そのぐらいのところに飛ばされてるよ。工場独自システムの撤廃を掲げ、地元の人材派遣会社との契約を破棄。なりふり構わず無茶な合理化を急速に進めた新田さん。その歪みはちらほらと出ていたようだが、システムと工場停止の一件でついに積んだ。すべての計画の立案者であり実行者として責任を問われることになった。弁解の機会すら与えてもらえず、同僚の言う超僻地の小さな子会社に左遷となったらしい。そして俺は工場勤務に復帰した。というか、会社に復職させてもらえることになったのだ。新田さんが俺にした退職の強要。会社はそれを撤回し、俺に謝罪をして復帰を打診した。俺は謝罪と打診を受け入れ、さらに一つ提案をした。工場に前社長と設置を検討していたシステム部を発足させる。システムのスペシャリストを育成し、業務を円滑に進められるようにする。会社は2つ返事で俺の提案を聞き入れてくれた。現在、工場にはシステム部専用のオフィスが設けられている。SE は常に数人が常駐し、
24時間のシフトを組んで仕事に取り組む。復帰に対して正直どちらともない複雑な感情もあった。しかし、信頼できる同業の同僚と後輩を得て、今の俺は仕事に燃えている。かつての入社当時のような意欲にあふれた日々を思い出す。会社と人から頼りにしてもらえるよう、俺はこれからも全力を尽くす限りだ。